皆さんこんにちは、沖野です。今回は同性婚をテーマにちょっとお話をしていくんですけど、ちょうど最近大阪高裁が同性同士の婚姻を認めないのは違憲だっていう判決を出したっていうニュース、皆さんご覧になりましたか？今回は同性婚を認めるべきかそうじゃないかとか、そういうことではなくて、同性婚とかパートナーシップに関する質問、相談を過去にいくつかいただいているので、それをちょっと思い出しまして、その中から2つちょっとご紹介して読んでいこうかなと思っております。それでは1つ目読んでいきます。ダイチャングさん、男性40歳の方からです。同性同士で結婚できるようになったら、沖野くんは結婚したいですか？また、職場の人にカミングアウトすることができますか？つい数日前、僕は40歳になってしまったのですが、普段職場の人には自分のセクシャリティ、ゲイであることを隠しているため、この年齢で独身というと、バツイチの同僚と同じ訳あり物件として扱われるシーンが少なからずあります。その度に同性同士だから単に結婚ができないだけなのに、また恋人がいても単にそれをカミングアウトできないだけなのにと悔しい思いをします。どうせそのうち結婚しない理由を聞かれる年齢でもなくなるからという意見もたまに聞きますが、それもなんだか腑に落ちません。この手の話題以外での日頃の職場の人間関係や収入面では満足しています。お悩み相談ということで沖野くんの意見を聞いてみたいです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ということで、冒頭にあった質問ですね、まず。同性同士で結婚できるようになったら沖野くんは結婚したいですかっていう問いに関して言うと、結婚したい。結婚したいなって思うけど、正直あんまり現実的じゃなくて、今いわゆるパートナーとか、彼氏とか恋人とかって言える存在がもう長らくいないので、具体的にはないんですよね。だからなんとなく結婚したいなっていうぐらいの、そのぐらいのテンション感での結婚したいっていうのはあるかな。あとは選択肢として欲しいっていうのは正直あるけどね。けどそんなに現実的に切羽詰まったような状態でもないかなっていう。あと結婚式に対しては憧れがあって、でも結婚式って極端な話、同性婚できなくてもパートナーシップを結ばなくてもお金出しちゃえばできることではあるじゃん。今時同性同士の結婚式やってくれる式場とか、そういうサービスっていくらでもあると思うんで、そういう意味ではなんか写真撮ったりとか、披露宴みたいな感じで誰か呼んでとか、そういうのはなんかやってみたいなと思いますね。昔は人にこうお祝いされたりとか、そういうのなんか苦手だったんですけど、なんか年を取るたんびになんかがめつくなってるというか、そういうところを素直に嬉しいと思えるようになってきたので、祝福されたいですね。なのでそういう意味では結婚っていうか結婚式したいかもしれない。タキシードとかお揃いできたりなんかして。で、もう一つ、職場の人にカミングアウトすることができますかっていうことに関して言うと、できると思います。多分。多分っていうのは現状してないんですよね。今の会社では。理由としては、話すタイミングが特にないっていうところ。仮に将来的に日本で同性婚ができるようになったとして、結婚するってなったら、さすがに会社に報告するかなって思うんですよ。で、その時に、お相手は男性ですじゃないですけど、わかんない。どこまで結婚の報告ってみんなしてるんですかね。わかんないけど、そのタイミングとかで必要だったら言うかなとか、あとは会社に今すごく仲いい人がいるってわけじゃないんですよ。別に不仲とかいじめられてるとかってわけではなくて、こう業務のことしか基本的に話さない。あと天気の話とかね、雑談はするけど恋愛の話までする相手がいないので、別に言わなくても何の支障もないっていうところで言ってないっていう感じなんですけど、過去に勤めてたところでは言ったことあります。6年前、7年前ぐらいに転職して入ってるんですけど、その転職前の会社では女性の先輩社員2人に話したことがありました。それこそ恋愛相談じゃないですけど、最近別れましたみたいな話をお酒の席で3人でしてて、で、話していくうちに自分は相手が男って分かってるし、その前提で話してるんだけど、沖野のその別れた相手、振られた相手っていうのは女の人だと思ってるわけ。なんかちょっと話が噛み合わなくって、もうめんどくさいと思ってその場で言いました。なので、そういうなんかこう必要に応じて言った方が今楽だなとか言いたいなって思う場面があったら言うし、なのでいただいた質問、結婚したいですかに関して言うと、そういう選択肢があって自分に結婚したいと思う相手がいればするだろうし、興味はあるっていう意味ではしたいし、カミングアウトすることができますかって言われたら、必要に応じてするし、できますしっていう感じです。でもさ、これ読んで思ったんだけどさ、そもそもさ、いい年して独身みたいな、その40歳になって独身とか、もしくはバツイチの人とかに対して、訳あり物件っていうレッテルを貼っちゃう状況っていうのがそもそもちょっとなんか良くないんじゃねって思った。なんかそっちの方が気になっちゃって、うん。未だにあると思う。そういう業界的にそういう昔ながらの感じが残ってる会社とかあると思うけど、個人的にはまずそこが良くないなって。同性だから言えないカミングアウトまだできないなとか、同性婚ができないからパートナーはいるけど結婚できないだけなのにとか、そこに悔しさを覚える前に、まずこの会社の風潮、ぜひ大チャングさんには変えてってほしい。そこまで背負わせるつもりはないけど、ちなみに沖野昔飲み会で上司が他
他の人になんか恋愛の話してて、なんで結婚しないのとか、そういう話をしてる時に普通に突っ込んだことはあります。もう今時みんなが結婚するわけじゃないですよとか言っちゃいますね、そういうのは。沖野はそういうの言っちゃうタイプなんですけど、言えない人がたくさんいるっていうのもわかるので、正直。耐え忍ぶしかないって思うとしんどいと思うんですけど、やっぱそもそもそのバツイチとか、その独身の人に対して訳あり物件、しかもさ、仕事に関係ないじゃん。これが恋愛の場だったらわかるよ。自分がマッチングアプリで知り合った人とか、婚活パーティーで知り合った人とか、そういう人が過去にバツイチだったりとかしたら、なんでそうなったのかなって気になったりとかするのはわからんでもないんですけど、職場で関係ないじゃん。結婚してようがしてまいが人間性を問われる時代じゃないから気にしないで堂々と結婚してません。それが何かっていう態度で頑張ってほしいです。なんか言ってんなぐらいでいいと思いますよ。はい。じゃあ続いて2つ目の質問を読んでいきます。ひろまるさん男性44歳の方からです。パートナーシップを結んでその後別れたのですが、これってある意味バツイチになるんでしょうか？仮に日本で同性婚が法律上認められたとして、必ずや離婚する人もいるでしょうし、リアルな罰がつくのでしょうけれど、そんな罰がついた男性と沖野さんだったら付き合えますか？ということで、一つ目のお便りの中にバツイチ訳あり物件みたいなワードがあったんですけど、まさにそれを危惧しているというかね、同性婚パートナーシップ制度についての疑問をちょっとお送りいただいております。質問としては、パートナーシップ結んで別れた場合バツイチになるのかっていうのと、そんな罰がついた人と沖野さんは付き合えますかっていうことなんですけど、まずね、バツイチになるかで言うとどうなんだろうね。そもそもバツイチって何なんだろうねっていう。離婚した人のことを言うと思うんですけど、パートナーシップって結局結婚は認められてない。あくまで各自治体とかが取り組みとしてやってるっていうもんでしょ。だからバツイチではないのかなと思いつつ、でもなんとなく周りの人はパートナーシップ結んだけど別れた人だとは思うかもしれないね。特に今珍しいからまだ言っても。パートナーシップを結んでるゲイカップルってそんなに多くないと思うんだよね。多数派ではないと思うからっていうのを考えると、なんとなくちょっと目立っちゃう感じはあるのかなって思いますね。で、仮に今後同性婚っていうのが法律上で認められた時に離婚した罰がついた男性と沖野さんだったら付き合えますかっていうことなんですけど、自分に限って言うとね、付き合えるけどめっちゃ気にするかも。少し前にゲイビデオに過去に出てましたっていう方からの相談のお便りを読んで自分の考えを話してるんですけど、その時のコメント欄を見て自分の価値観って結構人とずれてるのかもって正直思ったんですよ。器がちっちゃいのかなって正直自分でコメント読んでて思ったんですね。さっき言ったパートナーシップにしろ同性婚にしろ、一回はこの人と一緒にいたいなって思った人が過去にいたんだってわかるじゃん。それが普通にちょっと辛いかもしれない。人に対しての執着心とか独占欲みたいなものってあんまり大きい方じゃないと思ってるんですよ。家族とか友達とかなんですけど、恋人に関してだけは急に基準がちょっとおかしくなっちゃうみたいで、器っていうか心が狭くなっちゃうんですよね。だからその人に問題があるとかは思わないですよ。罰がついてるからこの人は人間的に何か問題があるんだろうとかってわけじゃなくて、単純に過去にこの人は一生添い遂げたいと思った人が自分以外にいたんだなっていうのがちょっとしんどいかも。でもこれ本当に良くないと思ってる。なんでかっていうと、これが20歳ぐらいの人間だったら、周りの同世代の人、それはまだ結婚とか考えてない人いっぱいいると思うんだけど、今自分が36歳で、30代半ば後半ぐらいの人からすると、誰かと一生添い遂げたいと思うことなんか過去にあったかもしれないじゃん。それをパートナーシップとか同性婚っていう形に変えてるかはわかんないけど、そういう人がいた可能性は全然あって、だからそれ気にしてるとそもそも恋人できないよねっていう。良くないなっていうか、だから恋人いない、また一つ新しい理由見つけちゃったなって、この相談のお便り読んだ時にちょっと思いました。だから単純に嫉妬心とか、そういうところでもしかしたら気にしちゃうかもって思う。付き合えなくはない、それだけでシャットダウンはしないけど、何かあった時とかに気にしちゃうことはもしかしたらあるのかなって思いました。現代日本ってさ、同性婚ないし、パートナーシップを結んでました。でも解消しましたっていう人とリアルしたりしたこともないんですよ。だからリアルに考えるってことがちょっと難しくて、あくまで想像の中でなんですけど、でもこれは結構心狭い方だと思う。恋人にとか恋人候補に対して好きになれるかもしれないって思ってる相手に対してのジャッジがやっぱりちょっと厳しすぎるというか、本当はもうちょっとおおらかな気持ちで過去なんか気にしないよって言える人の方が素敵だなと思います。その点においてはちょっと自分は心が狭いかなって思うので、わかんない。いざとなったらね、気にしないかもしれないですけどね。
ちなみに、沖野過去に付き合った人は、過去の恋愛の話は全く聞かずに付き合いました。なんか聞いたら、そっちの方が気になっちゃうかなって。あ、過去の人とはこういう出会い方だったんだとか、こういうお付き合いしてたんだ。あ、このぐらい付き合ってたんだとかって思うと気になっちゃいそうで、恋愛の話はお互い全くせずに付き合ってるかも。聞かれたら答えるけど、でも今時さっき言った通り別にバツ1とかバツ2とか40代50代になって別に独身ですみたいな人全然いると思うんで、実際自分の周りその男女ですけど、再婚同士とかでうまくいってる人とかも見てるので、じゃあその人たちに問題があったから1回目離婚したかって言ったらそうじゃないんですよ。やっぱり結婚っていろんな相性もあるし、うまくピタってはまらなかったりすることもあるから、そういうのを考えると、ただ罰がついてるってだけでその人を人間的に問題があるっていうのは思わないですね。はい。ということで今日は同性婚やパートナーシップに関する2つのお便り読んでみたんですけれども、いかがでしたでしょうか？皆さんもいろんな感想とか意見あると思うので、ぜひコメント欄にね、共感だったりとか、自分はこう思いますだったりとか、いろいろ書いていただけたら嬉しいです。今回は同性婚の是非みたいなところは話してないんですけど、皆さんの中にも同性婚したいかどうかとか、同性婚はあるべきかどうかとか、そのあたりはちょっと聞いてみたいかなと思います。はい。それ以外にいいねとチャンネル登録、そしてメンバーシップもやっておりますので、そちらも興味ある方はチェックしてみてください。それでは、バイバイ。